それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今好きな人と両思い、片思い、ズバリ聞き込んでいきます。よろしくお願いします。では早速お互いの現在の状況やお互いそれぞれへのお気持ち見ていきます。はい、ではまず状況からもらっていきましょう。画面左側があなた、右側が好きな人として見ていきます。はい、ではまずあなたの方からもらっていきます。はい、この2枚ですね。次お相手です。もう一度切り直します。はい、お相手です。好きなお相手、なんか状況良さそうですね。そしてあなたに対するお気持ちっていうところもいいですね。相性がいいんじゃないかなと思います。他にもカードを出していきます。このオラクルとルノルマン足して見ていきます。今のあなたの状況として、今一度セーブしてるというか、一回抑えて、気持ちを抑えて、感情を抑えて状況を見極めようとしていたりとか、少しそうですね、今冷静さが必要だなって自分自身で感じているっていうのが出てきています。なぜかというと、お相手に対して柔軟に物事を対応していきたいからっていうお気持ちがあるみたいですね。そうか。棺クロスと出てきています。で、お相手の方を逆に見ていきましょう。これはちょっと深いかもしれないですね。少しお相手の方を出してみましょう。お相手はね、その星がそれぞれカクテルに出てきているんですよね。で、道のカード、はい、もう1枚が鳥のカードですね。お相手なんか前向きに捉えてるなっていう印象はするんですが、そうですね。あなたの方で少し考えているかなというのは出てきています。少しね、詳しく見ていきましょう。まずこの上の4枚からそれぞれの現在の状況とかを見ていきます。まずあなたの方から見ていきましょう。そうですね、今は1回クールダウンっていうような状態に、あなたが今の状況コンディションですね。あまり感情的にならず、それはそのネガティブな意味でもだし、その怒りとか悲しみとか、それらを今抑えようとしているっていうのが今の状況ですね。はい。で、お相手に対するお気持ちっていうところは柔軟に、そして温かいお気持ちっていうのを持っているんですが、そうですね、なんかお相手との約束っていうのが一回流れちゃったりとかしたかもしれないんだけど、でもそれでもね、自分の中で柔らかく対応していけたらなっていうところは感じてるんじゃないかなと思います。春のようにっていうのが入ってくるので、少し温かくて柔らかくてっていう風なお気持ちでお相手の方を見ていると思います。で、お相手のところに星が2つ入ってきているので、キラキラしていたりとかきらめいているっていうのが今印象的に入ってきます。状況としても今のコンディション悪くないですね。今が自分がどんな道を進んでいこうかっていうのが定まったとか、ひらめいたっていうね、そういう状況だと思います。今まで停滞していたお相手だとしたら、ここから今抜ける道が、解決策とかがね見つかったとか、そういうような刺激的なことっていうのがあります。刺激によって溜まっていたもの、詰まっているものを押し出すことができたとか、状況を打破することができたとか、そういうのが入ってきていますね。で、あなたとお相手の間に何か大きな喧嘩があったとか、そういうわけではないですね。ただ、そのお相手の状況を見ながら、あなたの中では思うところはある。
いろいろと思うところはある。だけど今ちょっと感情的にならないように、できるだけ冷静にいようっていうような意識的にそう思っているところはあります。そしてあなたに対する思いとして、お相手のところトゥナイトスペシャルって言って、今夜は特別だよ、でもインスピレーションっていうワードも入ってるんですよね。こっちはフレッシュとかミラクルとかね、新鮮な、奇跡とか、そうですね、こちらも直感的なことっていうのが入ってくるので、今あなたに対してひらめいてるっていうのが共通して入ってます。ひらめいてるって、そうですね、パッと思い立ってこうしようと思ったんだっていうふうに言い始めたりとか、言動として何か変わった変化っていうのを出してきているのかなと思います。今まで止まっていたものが動き出すとか、そしてあなたに対するお気持ちとしてもバードのカードが入ってるから、刺激的な会話を楽しみたいとか、浅い関係性だったらもっと仲良くなっていきたいとかね、おしゃべりしたいなっていう風に入っています。少し気分の変化というか感情の変化、波とかがある方なのかもしれません。ただ今のモチベーション的にはすごく活発的だっていうのが入ってきています。だから楽しい会話をしたいとか、あんまり重い話とか真剣な話というよりは、仲良く話をしたいとかね、楽しく過ごしたいとか、そういう気持ちが強いのかなと思いますね。ただ若干あなたの方が意識はしてるんだけれども、抑えてるものがあるとか、本当は溜め込んでいるとか、あと素直になれていないとかね、自分の中で意識をしているところがちょっと強いのかなっていうのが少し感じますね。この後のカード出していっても見ていくんですけど、だからなるべく柔軟にっていう風に意識してるのかな。意識しすぎな気もするんですけど、どうかなっていうところも出てきています。じゃあこの、今ねそれぞれ見ていったので、ここから先見ていこうと思います。少しねスペース空けて見ていきますね。じゃあそれではもうエンジェルアンサーから今のお二人って両思い片思いっていうところで答えを出していきます。ここねズバリ切り込んでいくので、ノー、両思いじゃないよっていう可能性ももちろんあります。この、オラクルカードの中にはノーっていうカードが2枚入ってるので、あとその他にもねいろいろと答えを教えてくれるカードですから、中には厳しい結果が出る場合もあります。今の2人両思いですか？イエスオアノーでもらっていきましょう。はい、ではもらっていきましょう。パーフェクトタイミングっていうことで、いいですね、すごくいい。2人にとって好転していくすごくいい機会、まさに今ですよ、絶好のタイミングっていう風に捉えてください。だからもし今お付き合いをしていてって2人両思いだと思うよっていう風に見ている方だとしたら、まさにそうですよっていうことですし、あと今告白考えているとか交際に発展していきたいなっていう方だとしたら、今まさに2人の気持ちが通い合う時だよ、パーフェクトタイミング、ぴったりと重なる時が今やってくるよっていうことで、まさに今なんだっていうことですね。今完璧なタイミングがやってきているっていう風に捉えてください。すごくいいですね。例えば喧嘩している方だとしたら、仲直りするにしても今がちょうどいいタイミングっていうことで、ただ気になるのがここのあなたのところですね。少し意識的に抑えてることとか何かがあるんじゃないかっていうことと、なぜお相手が今キラキラした状態、ひらめきが始まったとか、迷いから抜け出したのかもしれないし、何かのきっかけがあってね、今とても順調に流れ出している、前向きですよね、お相手の方がっていうところもあるので、もう少しタロットで深掘りしていこうと思います。これから2人の近未来も踏まえてね、お相手がどういう風に感じてくれてるのかっていうところをもらっていきます。ではこちらのタロットカードからさらにもらっていきましょう。で、お相手の方を深掘りしていくのと、あとあなたの方で少し気になることがあるので、そうですね、そこは最後アドバイスでもらっていこうと思います。まずはお相手が今どんなことを考えていて、そしてどんなことを今課題だと思っている、気にしていることがあるのかないのか、期待していることがあるのか、そしてあなたに対してどんな気持ちを持っているのか、
はい、そしてあなたへのアドバイスも踏まえて見ていきます。はい、こちらでもらっていきましょう。まずね、今のところこれでっていうことで、少しカードが重なっちゃったので、分かるようにしていきましょう。そうですね、今のお相手の状態すごくいいなっていうのを感じます。あなたに対するお気持ちっていうところもすごくいいですね。お相手のお気持ちや状態、コンディションっていうところには問題がないような、そんな気がします。たとえどんな関係性であったとしても、今以上の関係になりたいなっていう、もうはっきりした思いっていうのがあるので、手が届かなそうとかそういうことじゃなくて、もう自分で手にするんだっていう思いとか、そういうのがもう強く出てきています。はっきりとしている、もう決めたんだとかね、自分の中で決断したんだ、もう迷わないよとか、そういうメッセージが伝わってきます。今まで目標としていたことに対して自分でやっと今取り組もうっていうふうに決まったとか、前から取り組んでいてやっと今成果を収めることができる、あなたとの仲を進展させる時が今やってきてるんだっていうふうなコンディションでいます。すごくいいですね。いいカードがいっぱい入ってきています。お相手ね、いいですね。でそしてあとはこちらの方なんですね。ここを少し深掘りしていきたいなと思ってます。タワーが入っていますね。まず、カードの説明としては、こちらの3枚がお相手の様子、そうですね、意識的なこととか心の中のこととかを見ているんですね。そしてこのカードが、未来、お相手からどんな動きがあるのかっていうのを出しているところ、そしてこのあたりがお相手が障害に感じていることだったりとか、あなたへのアドバイスとか、そういうところも踏まえて出しています。そうですね、何かまずお相手の恐れてることとか期待に思ってること何か恐れてることあるかなとかっていうと、恐れっていうのは全くないですね。自信の方がみなぎっているかなっていうふうに思います。もう強い気持ち、あなたにアプローチしていきたいとか、あと仲良くやっていきたいとかね、すごく前向きでポジティブな気持ちです。ないんだったら自分で作り上げていくよとかね、まだそういう関係性じゃないんだったら自分から積極的に取り組んでいきたいとか、そういう気持ちがもう出ています。言動としても現れてくると思いますね。かなりはっきりしているのが伝わってくるので、このお相手に迷いはありません。ただしここの位置っていうのが、今度はここあなた自身が気にしているところでタワーのカードなんです。ここの上2枚があなたを表すカードなんですね。あなたに関わるところなんです。でお相手はすごく前向きで迷いがないんだけれども、あなたのところでどうしようかな、どうしたかなっていうところが出てきています。自分の中の価値観が変わったのか、それともあなたの中で気にするところとしてかなり大きなことを今考えている、感じているのか、自分にとってはもうダメだというふうに思っていることに近いかもしれないなっていうのが入ってきています。そしてこちらですね、あなたへのアドバイスなんですが、ソードの8で自分で自分を苦しめていたり、または物事をちゃんと見ようとしていない、視野が狭くなっているかもしれない。なぜかというと、こういうことを恐れているから、崩れてしまうんじゃないか、2人の仲がやがてね、悪い方向へ行ってしまうんじゃないかっていうふうに考えていたり、これは今あなたの恐れや期待を表しているので、何かが大きく変わってしまうんじゃないか、変化を受け入れづらい、それはネガティブな方向に変わるのが怖いとかね、あとはたとえそれが前向きなものに変わったとしても、一旦このように崩れていくのが怖い、衝撃を受けるのを恐れていたり、恐れるあまりに自分自身を動けなくさせてしまっているっていうことが出てきています。はい。でもその今の状況とかっていうのを変えてくれるのはこのお相手だし、
お相手を信じて進めていけば大丈夫っていう風にね入ってきていますよ。何をそんなにあなたが恐れているのかなっていうところね、やっぱり出てきましたね。私が最初に言っていた、ちょっとね意識的にそうしてるんじゃないか、ちょっと固くね考えてるところがあるんじゃないかっていうところが出てきてるかなと思います。そうやって見るとパーフェクトタイミングではあるんですが、2人の気持ちがじゃあちょうどバランスが取れてるのかって言ったらそうではなくて、お相手はすごくエネルギッシュで前向きポジティブで、あなたの方が恐れっていうのが入ってきています。制限や恐れていること、入ってきているので、お相手がそれを持ち上げてくれる、支えてくれる、引っ張ってくれるような今のバランスっていうのが出ていますね。たとえ崩れちゃっても大丈夫、また一からね積み上げていこうよとか、そういうスタンスでお相手はいてくれます。そしてお相手がどんな動きを出してくれるのかって言ったら、冷静な判断っていうのがお相手の方でできると思います。あなたの方でお相手に打ち明けられない悩み、感情ありませんか？本当は言いたいことがあるけど言えないこと、それは前向きじゃないから、後ろ向きになってしまうから、悩んでることやお相手に対してぶつけたい気持ち、好き、大切とかそういうことではなくて、自分はこういうことを不安に思っている、未来のことに対してこうなったらどうしようって思ってるとか、そのような不安なことをお相手に本当は言いたいんだけど言わないようにしていることって、我慢していることっていうのかな、抑え込んでいるものが実はあるんじゃないかなと思うんです。もしそれがあったら打ち明けてください。そういう意味でパーフェクトタイミングなのかも、今打ち明けるタイミングなのかもしれません。しっかりと話を聞いて、じゃあどうやってこれから進めていこうかっていうところを真剣に考えてくれると思います。この人のパワーが今すごく勢いがあって強い状態なので、そうですね、じゃあやっぱり気になるので、あなたのところに対して今あなた自身がどういうことについて抑えてるのか。いやでもそうですね、あなたの生活環境のことだったりとかかもしれませんか、自分の身の回りの出来事や人間関係だったりとか、自分の中で分かってるんだけどなかなか終わりを告げることができない人、関係、出来事なのかもしれません。そうですね、あとは溜め込んでいるものっていうのが入ってくるかなと思います。ではもう少しタロットカードからもらっていきましょう。ここね、あなたが恐れてること、それは2人の信頼関係なのか、そうですね、お相手はねもうはっきりしてるんですよ。悩み、迷いとかもしかしたら過去にあったかもしれないんだけど、でもね、そうでしょう、コミュニケーションを重ねて楽しくやっていきたいっていう気持ちがすごく強い。何か2人で作り上げたいものというか、2人で過ごしたいっていうことですよね。2人きりで過ごしたりとか、今まで以上に濃厚に過ごして、ここのご縁をね、あなたとのご縁を大切にしていきたいっていう思いが強いので、迷いがないんですよね。パッとひらめいて動けちゃうような人なんだと思います。あなたの恐れてること、もう少しもらっていきましょう。なんだろうな、そのお相手に合わせて自分が動いていけないことについて悩んでいるとか、お相手ともし交際するのであれば、自分の方で片付けなければいけない、整理しなければいけない出来事があるとか、何か意識的にね、自分の中でかなり強く意識してるんじゃないかなと思います。何を恐れているのか。カップのキングです。これは2つ意味があって、1つはそうですね、あなたの方でやはり例えばもうすでに自分には他に恋人がいるんだ、だけれども今この人のことが気になっているとかっていう方もいるかもしれないですね。あなたに愛情を傾けてくれる人、捧げてくれる人がいて、この人のことが気がかりだっていうのが入ってきますね。そしてお相手との恋愛関係を進めていくんだったら、このカップのキング、この人のこととの間に亀裂が入ったらどうしようとか、この人には知られないようにしなければいけないとかっていうことを考えているパターンがまず一つと、もう一つはお相手からの愛情を自分が
ちゃんと受け止められるんだろうかとか、これから2人が交際するにあたって未来歩んでいく時に途中で愛情がなくなってしまったらどうしようとかね、今すごくいい感じでやってるんだけれども、いずれ愛情っていうのがなくなる日が来るんじゃないかっていう見えない未来に対しての不安、お相手から今もらっている愛情がなくなってしまったらどうしようっていうことで、それに対する不安っていうところがあるのかなというふうにも思いますね。でも何かね、自分の中で今冷静さを持っていきながら柔軟にお相手に対応しなきゃとか、あとお相手から受け取っている柔らかいものっていうのもあるんですよね。助けてもらってるんですよね。心の中では本当はお相手からもらってるもの、受け取ってるもの、優しさとかそういうものを味わっているはずです。だけどそのお相手から受け取っているものの他に自分で冷静に物事を見ていかなきゃなとか考えていたりとか、今の状況に対して自分自身の状況だと思うんですね。お相手との関係性ではなくて自分のことに対してもう少し棺のカードも入ってるから何か終わらせなきゃとか区切りをつけなきゃって思っていることがあるのではないかと思いますね。そういう風に出てきています。でもね、今この好きなお相手のことを信じてくださいっていうのが強く出てくるかな。この人今決断して動く力っていうのをすごく持ってるので、しかも前向きな方向にね、自分たちの明るい未来のために動いていきたいっていう気持ちがすごく強い。だから信じてっていう風に伝わってくるんです、お相手から。もしお相手からの愛情がなくなっちゃったらどうしようっていうふうに不安に思っている方は、それは不安に思いすぎっていうふうに出てるので、不安に思わずね、どんな未来があったとしてもこの人を信じて、まず今ねこのタイミングに乗っていきましょうっていうところです。そしてもう一つね、お相手以外に気になる存在がいる、この人の動向が気になるぞと、お相手と2人でね交際へ向けていくとするんだったら、もう一人気になるような自分のね身の回りにいるんだっていう方は、まずこの人との関係性を何とかしなきゃなっていうふうに考えている方もいるんじゃないかなと思うんですね。その場合はやはりここにもある通り、ご自身で多分感じてると思うんです。何かに区切りをつけなければっていうところで、あるのかもしれない。この今好きなお相手じゃない人から愛情を注いでもらっている、これをすごく嬉しいことなんですが、なんとかねしないとなっていうふうに感じているところもあると思います。ではこの後の未来についてなんですけど、未来ねお相手しっかりと動いてきます。そしてあなたと足並みを揃えてやっていこうっていう気持ちがすごく強いので、あとコミュニケーションをね重ねてください。お相手の望みでもありますね。今あなたに対する思いとしてもっとコミュニケーションを重ねたいっていうことなんです。それはあなたの本心を無理やり伝えるとか言わなきゃいけないとか意識することないです。仲いい時間を一緒に過ごすっていうことだけでいいと思います。その方がお相手から受け取る柔らかさっていうのをどんどんもらっていけるので、そうなってくるとあなた自身ももっと緩やかに過ごしていけるようになる、動いていけるようになっていくと思う。っていうことで、じゃあここ不安に対してはお相手を信じること以外に何をしたらいいのかなっていうところで、違うカードからもらっていきましょう。最後アドバイスカードなんですけど、お相手とうまくいくためにもっていうこともそうですし、あなた自身が自分の今不安に思っていることや動けないって思っていること、何か自分の中で制限かけていること、そこに対してどのように取り組んでいけばいいのかなってことで、まず1枚どのように向き合っていけばいいのか、アイディア、クリエイト、そしてオープンっていうのが入ってます。あなたのアイディアを生かす、作る、そして考えていることを外に出していくっていうカードですね。でもこのアイディアっていうのはお相手がすごく今持ってる状態だから、やっぱり相談して2人で乗り越えていった方がいいのかなと思いますね。
ここのことに対して。そしてもしそのお相手との恋愛関係が長く続かなかったらどうしようとか、例えばね、今パーフェクトタイミングって出ていて、それは結婚のタイミングかもしれないし、同棲のタイミングかもしれない、何かのタイミングが今ぴったりと重なっているよっていうところなんですが、それに対して今不安に思っているのであれば、そこを2人で話し合って解消していく。お相手も関わってることなんじゃないかなっていうふうに思いますね、この絵を見てると。あなただけの問題ではなさそう。だから一人で抱えることなくね、お相手に打ち明けて2人で乗り越えていくような対策を取っていかれるといいんじゃないかなと思います。ではアドバイスカードね、もう少しもらっていきましょう。あなたの不安も含めて、そしてお相手と、両思いですかっていうことに対してはパーフェクトタイミングっていうことなので、今が完璧のタイミングですっていうことです。もう両思いとして捉えてもいいと思います。だからこそ次へ進むステップがやってきてるんじゃないかと思うんですよね。アドバイスもらっていきましょう。2枚もらっていこうかなと思います。そうですね、なんかね、チームっていうのが入ってくるのと、あとこっちはあなたが受け取る、っていうカードが入ってきますね。受け入れるんじゃなくて受け取るんです。受け取るというと、ここのカードも少しね似てるんですよね。恵みを受け取るっていうのが、入ってるので、お相手から受け取る愛情とかもねあると思うんですね。温かいもの、それをそのまま素直に受け取ればいいだけっていうのが入ってきていますよ。あと自分自身に優しくしてねっていうのも伝わってくるかな。今自分に対して厳しく自分自身をジャッジしているところがあるんじゃないかなと思うんです。それを和らげてくれる、緊張とかこわばりを和らげてくれるのがこの人の存在なんだと思います。何かこう表面上あなたがすごく強く何かを変えていかなきゃとか、何かね自分に対しても厳しかったり、自分のせいでこうなってるんじゃないかとか、しっかりと自分の中で区別しなきゃとか何か考えているところがある。そこに対してはお相手からもらってる柔らかさをいただいていきながらね、自分自身にもあまり厳しくしすぎないでって、ゆったりと緩やかに流れていこうって、流れを感じてっていうのが入ってきます。またはお相手からの愛を受け取ること、優しさを受け取ることで、あなた自身が柔らかくいられるのかもしれない。癒されてください、お相手と一緒にいる時間。そしてなかなかね一緒にいる時間ないよっていう方は、まず自分自身リラックスすることがここに入ってますよね。自分の癒しタイム作ってくださいって、何も考えない時間とか好きなことする時間とかね、何かこう決めてゆったりと構えていられるような、構えるというかゆっくりと過ごせるような時間を自分で意識的に作ってリラックスしてくださいって。で、2人で一緒にいられる時もお相手からの恵みをね受け取って柔らかくなっていけますよっていうのが入ってますね。そしてこれはあなたの人生に、所属するメンバーたちっていうことも表しているので、中にはご家族とか会社とか、あなたが今いる中の環境の人たち、出来事、自分自身が今どの場所にいるのかっていうことを改めて認識する必要があるのかもしれません。認識したからってどうするこうするっていうことではないんですが、何かねここから感じるのは、お相手といる時間っていうのは2人で抱きしめ合って柔らかく過ごす。そして気がつくと、例えばね、そのあなたが仕事で気を張り詰めすぎているとか、何かこうノルマがあるとか、目標に向かってやっていかなきゃいけない、なんか気を張っていかなきゃいけないっていう場所でも、あなたは柔らかさがプラスされるので、これからうまく周りとも付き合っていけるとか、お相手のプラス作用っていうのがすごく働いてきます。そしてお相手とのご縁も大切にしていきながら、周りとのコミュニティだったりとか、コミュニケーションだったりとか、交流とか、今自分が働いている場所、会社、所属しているチーム、周りとの環境、ご家族との中も潤滑に進んでいけるようになるんじゃないかなというのも出てきています。
または自分が居心地のいいって思える環境に自分の身を置くことっていうのもいいんじゃないかっていうアドバイスも入ってきています。今そのお相手の力を借りていきながらね、すごく大きくて頼もしくて勇敢なエネルギーっていうのをお相手持ってますので、お相手の力を借りてね、今あなたの中でも終わらせることを終わらせて、もうさっぱりしてね、あとはゆっくりリラックスする時間が欲しいなっていうのもあるかもしれません。では今回はお相手と両思い片思いっていうことで見ていきましたが、1番をお選びいただいた方、パーフェクトタイミング、質問に対しては今ベストなタイミングだよっていうのが入ってきていました。で、両思いか片思いかっていうことで言えば両思いだと思いますね。はい、ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきましょう。これはそうですね、平和を抱きしめているっていうカードです。ネガティブなことから遠く離れて明るい未来を描けるように、鳥たちが穏やかにサポートナビゲートしてくれています。このナビに従ってあなた自身も自分自身を柔らかく抱きしめてね、痛みを和らげて光ある方向へ導かれてくださいっていうことです。で、今回このサポートしてくれる、ナビゲートしてくれるね、鳥のこの姿が実はお相手なんじゃないかなっていう風に感じたんです。お相手に導かれていくとより良い方向になっていくんじゃないかなっていう風に感じました。それぐらい明るいエネルギーっていうのをお相手持ってますから、お相手から受け取るものを受け取って、そして一緒にね、光の方向へ進んでいきましょうっていうカードです。心に穏やかさを取り戻す時です。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは好きな人と両思い片思いっていうことで、ズバリ答えをいただいていこうと思います。よろしくお願いします。ではまずお互いの今のコンディションだったり、それぞれのお互いに対するお気持ちっていうところをもらっていきます。はい、ではオラクルカードを使ってあとルノルマンを合わせていきながら見ていきます。画面左側があなた、右側がお相手として見ていきます。まずあなたの方から今ご自身の状況とお相手に対するお気持ちっていうところで2枚カードをもらっていきます。はい、まずここ1枚ですね。ローズのカード、状況としてバラ。はい、そして今のお相手のお気持ちっていうところで、何か気をつけなきゃっていうところもある、ちょっと魅惑的なね2枚が入ってきています。では次お相手です。お相手の状況とあなたに対するお気持ちっていうところを見ていきましょう。危険だって分かっていても、実はお相手に沼ってるというかハマっちゃってるっていうようなね、そんな感じもしますね。なかなか抜け出せない、夢中になってる。そしてお相手の方ですね、状況としていいですね。なんかね、すごくお互いの波長もいいんじゃないかな。もう少し見ていきましょう。あなたに対するお気持ち、はい、そうですね。何かお相手の中で答え自分の中で持ってるよっていうのが入ってきます。あとはルノルマンと組み合わせてもらっていきましょう。そうですね、今のお互いの状況、なんか少し前にあなたの方で傷つけたとか、そういうことがあったのかもしれません。何か傷つくようなことがあったんだけど、もう大丈夫、立ち直ってるよっていうのが入ってきてます。はい、熊のカード、お相手に対するお気持ち、お相手のね、君に夢中っていうのが入ってきますね。ではお相手のところも見ていきましょう。お相手の今の状況とあなたに対する思いっていうところでもらっていきます。
まず状況として狐、そしてお相手のあなたに対するお気持ちが魚のカードですね。はい、ではこの8枚で今の状況をそれぞれ見ていきましょう。そうですね、あなたのお相手に対するお気持ちはもうすごく分かりやすく出てるかなと思います。お相手に夢中ってっていうのが入っていますね。何かどんな未来になるかわからない、だけど今はこの人に夢中になっていたい、そんな気持ちが入ってきています。それぐらいすごくね魅力的だっていうのがあなたが感じてるでしょうし、状況として先ほどもお伝えした通り、何か自分の出来事、物事、周囲の状況かもしれない、自分の心かもしれないんですが、トゲが刺さったようなことがあったんだけど、もうそのトゲが抜けて自分は立ち上がったんだ、もう大丈夫よって、今の自分自身とても誇りに思ってるし、自分の立場を守り抜いたっていう方もいるかもしれない。そんな風に伝わってきます。力が蘇ってきたとかね、回復してきたとか、立ち上がってきたんだって、力強くなった、痛みを経験して乗り越えて力強くこれから向かっていきたいとかね、そういう状況っていうのが出てきています。で、お相手のあなたに対するお気持ちっていうのも良いんですね。まずお相手の今のコンディション、状況っていうところから見ていきましょう。そうですね、何かお相手の中で真実を見極めようとしていたんだっていうことが伝わってきます。いろいろな思いとか出来事っていうのがお相手の中を渦めいていたんですね。お相手の周りを、渦のように取り囲っていたんですけど、そこから自分の中で何か一つだけ自分の中にピンと当てはまるような出来事があった、思いがあったとか、一つだけ引き寄せられたっていうのがあります。いろんな例えば迷いとかね、いろんな出来事がいろいろあったんだけれども、そこから一つこれだって思えるものに出会えたとかね、そのような状況っていうのが入ってきます。ただその状況としては、そのお相手の周りかな、お相手を取り囲む周りの人たちに対してのお相手の警戒心とか、あなたの警戒心っていうのを感じるんです。自分たちの絆も大切だけど、周りのことを警戒していたりとか、それはお相手のことを誰か他にも好きな人いるんじゃないのかとか、お相手は私だけとかではなくて、私の他にもお相手を狙ってる人がいるんじゃないかとかね、そういう感じかなと思います。私がこれだけすごく夢中になってるんだけど、お相手はどうかなっていうところも知りたいっていうところもあると思うんですね。で、お相手は何か一つ答えが見つかったんだっていうのが、答えというか、自分がどういう風なところを、どういう風にどんなところを目指していけばいいのかとか、そういうところが見つかってきた。自分の中の答えっていうのをしっかりと見つめることができた。そして今のあなたとのやり取りとか、あなたとの交際とかお付き合い、そのお友達関係かもしれないけど、今の2人のこの関係性、割と気に入ってるっていうのが伝わってきますね。だけど周りがちょっと気になるかなっていうのが、それも伝わってきます。いろんなものを引き寄せていて、その中には自分のこれだって思えるような答えもあれば、そうじゃないって思うことまで引き寄せているし、いいこととか嫌なこととか、いろんなことが自分の周りにつきまとってるというかね、なんか渦めいているとか、そんな感じでお相手の周りが少しなんか暗闇というか、何か今にもね雨が降り出しそうな、そんな空模様っていうのが入ってきます。そうですね。でもあなたとの今の関係性っていうのは、このお相手は、気に入ってるっていうのが伝わってきますね。そしてどうやってあなたと付き合っていけばいいのかっていうのも、もう自分の中でこういうふうにしようっていうのが決まってるよっていうのが出てきています。ではもう答えをもらっていきましょう。今のお二人は両思いなの、片思いなのっていうところで、エンジェルアンサーから1枚もらっていきます。ただこのエンジェルアンサーにはノーっていうカードも2枚入っていますし、イエスっていうカードも入ってるんです。
様々な答えが入っていますから、どんな答えが出るかは分かりません。なのでもしかしたら両思いですかっていうふうに尋ねてノーっていうカードが出る可能性もあります。でもはっきりとここは出していきましょう。2人は両思いですか？イエスオアノーで出していきます。2人は両思いですか？ロマンスのカードですね。はい、エンジェルアンサーカードでロマンスのカードが出てくると、もう恋愛的結びつきっていうことで、両思いですね。はい、ということで、意図しなくても引き寄せられちゃう、そんな強いご縁だけど離れづらい、そんなご縁でもあるのではないかな。そしていろんな障害があったとしても、どんなことがあってもね、離れられないような、そんなねつながりっていうのも感じます。ではタロットカードでお相手の中を覗いていきましょう。そうですね、あなたもね過去いろいろあった。だけどね、この痛みを乗り越えて、自分はねもうお相手の方を見てるんだっていうのが伝わってきますし、たとえそれがねどんな未来になったとしても、もうこれ以上にねトゲが自分のところに刺さってくるかもしれない。だけどね、それも受け入れる覚悟できてるよっていうぐらいね、お相手に夢中っていうのが入ってきますね。では早速タロットカードでお相手のお気持ち、そしてどんな風に動いてくるのかなっていうところも見ていきましょうね。ロマンスのカードが入ってくるので、これから交際が始まるとか、もう2人の気持ち確認し合ってるよっていう方もいると思うし、いやまだ全然お相手の気持ち見えていないっていう方もこれから、見えるっていうのが入ってきます。2人がすごく強く結ばれているってことをね感じてくださいっていうカードです。ではお相手の、現状、気持ち、これからどうするのか、そしてあなたのこともね見ていきます。あなたへのアドバイスだったり、お相手が恐れていることやあなたが恐れていることも見ていきます。はい、お相手はつられ人、マジシャン、そしてワンドの7番ってことで、ここの3枚がお相手のことを出している3枚です。でこちら側から今度出していきますね。先に真ん中に1枚カードを出します。これはお相手がどんな風に動いてくれるのかなっていうことで、ロマンスにエンプレス、すごくいいですね。であとここの3枚残り出していくんですが、まず、お相手の恐れてることや期待に感じてること、恐れまたは期待ってところで1枚出します。ソードの4番で、あとは残り2枚があなたへのアドバイスカードです。まずあなたの期待や恐れとして1枚、そしてあなたへのアドバイスとしてワンドのエースが入ってきています。まずここで見ていきましょう。そうですね、まずお相手の今のその状態、あなたに対する思いとかっていうのもすごくいいです。今まで耐えてきたこととか、長く、進展してこなかったとかね、そういう思いとかを感じていたと思います。なんか耐えていたこととか頑張り続けてきたっていうのが伝わってきますね。逆にこうしておいた方が、今はね待っていてタイミングを見ていたっていうお相手もいたかもしれないですよね。やっと今自分が心をオープンにしていける時がやってきたっていう風な状態なのかもしれないですね。何か今までとやり方をガラッと変えたとか、それは先ほど出てきていたこの状況とかでもあったんですけど、いろいろ自分の中で渦が巻いていること、状況だったりとか考え方とかもねそうかもしれない、悩みとか迷いとかもあったかもしれないし、いろんな情報に左右されていたとか、あと自分の力ではどうしようもならない状況、身の回りのこと、環境っていうのがあって、結構それ苦しかったんですよね、お相手的には。でもようやくそこから自分の中で答えっていうのを見つけて、なんとかね状況を切り抜けるタイミングが見つかったっていうところですね。そしてやり方がガラッと変わるというか、
なんか待ちの姿勢から攻めの姿勢になっていくような、それぐらいガラッと変わるような変化っていうのがこれから見ることができますね。これから現れてきます。もうなんかこうやって待っていたりとか、あと耐えるのは終わりにして、これからこう切り開いていこう、チャレンジしていこうっていうような気持ちになっているんです。今考えていることもチャンス、機を見てね、自分からアプローチしていこうとか、あなたと仲良くなっていこうとか、自分から動いていくっていうところですね。やっぱりこういろんなことで苦しんで耐えてきて動かなかったこともある、待っていたこともある。でその中で渦の中で自分でもがき続けてきたこともあるっていうのがもう入ってきていますね。だけどもうそこから抜け出して、これから前向きに取り組んでいきたいとか、宙吊りの状態から自分が今度は自分の力で立ち上がって自分で切り開いていくんだっていうような思いが強いですね。これから始めていくんだ、始めたいっていう気持ち、それがすごく強く現れています。中にはね、対人関係の揉め事だったりとか、集団の中から自分一人が抜け出してあなたのところに会いに行くんだっていうようなお気持ちもあるかもしれないですね。周りに何て思われても自分はこの気持ちを貫いていくんだっていうぐらいの強い気持ちが固まったのかもしれません。あとはその自分の身の回りの環境の苦しいこと、自分が困難だって思っていることから、もう何て言うんだろう、あなたを守るために取る行動を取るっていう意味かもしれない。なんかあなたにこの自分の中のね、いろんな人間関係とかちょっとごちゃごちゃしているものがあなたのところまで及ぶ前に、あなたを守るために自分で行動を取るんだっていうふうに決断したのかなとも思います。そしてお相手はどんな風に動いてきてくれるのかなっていうと、エンプレスが入ってますから、すごくね、愛ですね。愛と豊かさですね。あなたをすごく愛してくれるっていうのが入ってきます。もう告白とかなんじゃないかなと思いますね。こうやって見てると、あなただけなんだよっていうような甘いささやきがあったりとか、すごく大切にしているとか、付き合おうとか、そういうことかもしれない。すごく嬉しいことですね。でも注意したいのが、ここにポイズンショットって言って、もしかしたらね、毒かもしれない。でも自分はそこに飛び込んでいきたいんだっていうあなたのお相手に対するお気持ちとかもあるので、なかなか一筋縄ではいかない関係とか環境とか、そういうのがあるかもしれないんですよね。でもその中でもね、自分たちで切り開いていって掴み取っていきたいものがあるっていうことがお相手のお気持ち出てきています。であなたに愛情を届けたいっていうこともそうだし、あなたから愛情を受け取りたいっていうこともそうなんですよ。2人で愛し合っていきたいっていうところがあるから、愛情を持って育んでいきたいものがあるっていうことですね。それに対してあなたは受け取ってくれるだろうか、返してくれるだろうかっていうようなね、期待、気持ちっていうのもありますよ。ここですね、お相手の期待や恐れっていうところでソードの4番が入っています。でソードの4番っていうのは、まず一時休止っていうカードなので、一旦流れが止まってしまうんじゃないかっていう、これ多分恐れだと思うんですね。恐れていることとして、自分が動いたことによって物事がストップしちゃうんじゃないか、愛情をこんなに持ってるのにそれが伝わらないんじゃないかとかね、2人の関係性が止まってしまうようなことがあるんじゃないかっていうことを恐れています。停滞するっていうカードなんですよね。自分で物事を動かしていきたいんだけど、それが何らかの形で何らかの障害で動けない、止まってしまう、流れがストップしちゃう、そういうことにはなりたくないなっていうふうに感じています。そしてこちらがあなた自身の中の期待や恐れっていうところで、そのお相手にね、そろそろ決めてほしいなっていうふうに思っていたり、お相手に勇気ある決断や行動っていうところで、行動として何か示してほしいなとか、考えてほしい、しっかりと私のことを見て考えて決めてほしいとか、そういうことかもしれないし、あとお相手が今何かに巻き込まれているとかだとしたらね、もうその渦から抜け出して、もうしっかりと方向性示してほしいとか、そういうことをお相手に対して望んでいるんだと思います。なんか自分に対する愛情を示してほしいのか、もしくはね、周りの人たちとか環境とかに対してもうそろそろね、抜け出そうよっていうことをあなたが感じてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そしてこちらがあなたに対するアドバイスカードです。ワンドのエース、情熱湧き上がらせていきましょう。迷い、苦しみ、痛み、そういうのも今までありましたね、過去ね。でもそれを乗り越えて今自分が力強く立ち上がっている。その立ち上がった力を持ってこれからあなたも未来を切り開いていくんだっていう気持ち、情熱を持っていきましょうっていうのが入っています。どこかで諦めかけそうになっていたりとか、確かに立ち直ってこれからやっていこうって思ってるし、お相手しかいないって、なんだかんだあったけどお相手しかいないっていうふうに思った、っていうふうに思ったんだけれども、そこにさらにね追い風を吹かせていきましょうっていうカードが入ってきています。はい、ということで、そのお相手が何か心配しているところで何かが止まるんじゃないか、それは一体何なのかっていうところでカードを足していこうと思います。お相手の恐れですね。ルノルマンからもらっていきましょう。この人は今何を止めたくないのか。ソードの4番、そうですね。何か2人の勢いが止まるようなこと、自分自身の勢いもそうかもしれないですね。止まるようなことになりたくないなってことですね。お相手が気にしていること一つです。流れ、そうですね。前進していくのが止まるのが嫌だっていうことで、何が止まりたくないのかって言ったら、前に進む力とか、自分が動いたことによって結果が伴わなかったら嫌だなとかね、告白したんだけど宙ぶらりんな感じになったら嫌だなとかね、連絡したんだけど連絡つかなかったら嫌だなとかね、そういうことです。自分で進んだ方向通りに進めていきたいとか、うまくコントロールして流れに乗って前に進んでいきたい。この行動したこと、行動することが行動できなかったら嫌だなとかね、結果が伴わなかったら嫌だとか、こうやって進んでいきたいのに横にそれたりするのが嫌だっていうことで、流れですね。流れが止まるのを気にしています。はい、ではあなたの方でね、お相手に何かしてあげられることあるのかなっていうことで、アドバイスカードもらっていきましょう。ここで2番さん、もう1枚エンジェルアンサー出していきます。あなたがお相手に何かしてあげられることあるかな、ありますか？あなたがお相手に何かしてあげられること、信頼です。信じてあげてくださいっていうのが入ってきましたね。お相手を信じましょう。もう信頼すること、信じることでもういいですよってね。すごくシンプルだけどすごく大きなことで大切なこと。どんな風に進んでいくかわからない時には止まっちゃう時も出てくるかもしれない。だけどね、そんな時でもお相手を信じてあげてくださいっていうのが入っています。今いろんなこと考えながら、どういう風に進んでいけば一番いいのかなってことをこの人考えて動いてくると思うので、全くガラッと変わると思います。今までの動きが。例えばこの人今までずっと忙しそうにしててなかなか連絡取れなかったっていう方は、120度ぐらいカラッと変わって動いてくるとかね、全く180度変わるっていう可能性もあるし、でも一筋縄ではいかないっていうのがあるから、なんかこうスケジュール調整しながらね、会う時間増やすようになったとか、そういうことかもしれないですね。はい。では、オラクルカードからこの人と、両思い、ご縁がある、ロマンス、2人はロマンスの関係だっていう風に出てきているので、ではまだそういう関係じゃないよっていう方にメッセージ、アドバイスもらっていくし、もう2人は交際してるし両思いだよっていう方はね、この絆を信じてねってことも言ってるので、よりお相手と豊かな関係になっていくために、よりね自分が本命だって感じられるようになるためにっていうことのアドバイスもらっていきましょう。2枚もらっていきます。はい、希望、ホープを表すカード、そしてなんとこちら一時休止のカードが入っています。ソードの4番と同じ、一旦ストップしようっていうのが
入っていますね。一旦ストップした方がより良い流れになっていくっていうカードだから、ちょっと待ってくださいね。ただしこのストップ、一時休止することは2人の明るい未来のためにつながっていくものなんだっていうことですね。常にお相手と一緒にいてくださいって、身も心も、身が無理だったら心だけでもね、常にそばにいる気持ちで寄り添っていてください。そして希望は必ず捨てないで、あなたと一緒に共にありましょう。一時休止がね2枚入ってくるので、お相手の恐れのところとアドバイスカードに入ってくるので、少しねここ詳細が気になります。何が止まっていくのか、何かあるのかな、何か止まる流れを止まることをお相手は気にしていて、なぜそこまで流れを止めたくないのか、そしてなぜ一時休止が必要なのか、なぜっていうところで1枚何か出来事あるのかなっていうことで、近未来の様子1枚追加しましょう。近未来、何か止まることありますか？ソードの2番、はい、一旦止めておいた方がバランスがうまく保てるっていうことかな。お相手は物事が止まるのが、流れをね止まるのが嫌だなっていうふうに恐れてるんだけど、でもあなたの方で少しセーブかけておいた方が逆にバランス取れるよっていうふうに出てます。これはちょっと深いかな。周りが関係している可能性もあります。本当はね自分たちだけでね進めていければすごくそれが一番なんだけど、でももしかしたらこの船の中には自分たち以外にも人が乗っている可能性がある。実はこのロマンスの他に周りに実は人がたくさんいる可能性もある。周りのことを少し考えなければいけないのかもしれない。なんかね、自分たちのことだけ優先させていきたいっていうお相手の気持ちもあるし、でもそれとは裏腹にそうも言ってられないような状況、それは仕事なのか生活環境なのか、何かねこう2人のバランスを保つためにも、あとは周りとのバランスを保つためにも、やっぱりこうどこかでセーブかけるというか、一回止まって考えるとか、あえてね全て 100% 出し切らないとか、あなたの方でそれを行った方がいい、調整取るっていう感じかなの方がいいのかなと思います。完全に止まることはしない。だけどね 100% 動き出すわけでもなく、程よいバランスを見てっていう風に伝わってきます。だから時にはあなたの方で待てというかね、ストップというか、そのような何か止めるような出来事もあるだろうって。でもね、それは2人のバランスとか周りとのバランスを保つためであって、決して信頼関係を崩すようなことにはならない。だから信じてっていう風に入ってますね。あと希望を持ってっていう風に言われてるから、たとえどんな困難が今までもこれからもあったとしても、この関係性を信じてくださいっていうのは入っています。はい、ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。一歩ずつ作り出していきましょうというメッセージです。新しいものを作り出していきましょう。少しずつです。どんなことでも小さなことでも最初の一歩から始まっていきます。だからこそその最初の一歩に大きな意味があるんです。自分自身に耳を傾けて粘り強く取り組んでいきましょう。あなたが歩いてきた道のりの中で掴み取ったもの、克服したもの、苦しみの中にさえも新しい答えを見出すことがあなたはできるんです。だから一歩ずつ一歩ずつ、急スピードを求めずにね、ゆっくりとで構いません。2人のスピード、2人の歩みを、止めることは完全にしないでね、ゆっくりとバランスをとっていきながらやっていきましょう。始めていきましょうっていうのがメッセージとして入っていました。ぜひこちらもお受け取りください。今回はお相手と両思い、片思い
っていうことで、ズバリ答えを出していきました。2番さん、ロマンス出てきています。2人は結ばれるべくして結ばれる関係性だったんじゃないかっていうことで、何かとね渦めいてるものはあるんですが、信頼する気持ち、希望をする気持ち、それを忘れずにね、お互い豊かなものにしていけるように、これからも応援しています。それではこれからもリーディング動画を投稿していきますので、よろしかったら高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、つまり聞いていきます。今好きな人と両思いですか？片思いですか？というところで見ていこうと思います。よろしくお願いします。まずはお互いの、状況、コンディション、そしてそれぞれに対する思いっていうところで、オラクルカードとルノルマンを使って見ていきます。画面左側があなた、右側がお相手、そしてまずカードを出していきます。まずはあなたの今のコンディション、状況、どんな状況かなっていうところと、お相手に対してどういうお気持ち持っているかなっていうところを見ていきます。はい、まずもらっていきましょう。スターダストパラダイス、そしてトゥナイトスペシャル、インスピレーション、何かひらめいた、思いついた、何かね今きらめいてるっていうのがお相手に対するお気持ちとして入っています。状況としては恐れない勇気っていうのが伝わってきます。勇気を持って前に進みたいとか、あと自分の希望に向かってね進んでいきたい、勇気ある行動を示していきたい、そんなコンディションで、プラスお相手に対して今夜の特別っていうカードだから、今夜のとっておきとかね、そういう意味のあるカードなので、何かとっておきのものを今お届けしていきたいとかね、そういうこともあるかも。で、お相手の状況を見ていきます。お相手の状況です。そうですね、何か今迷いから抜け出したいとか、そういう状況が入ってきますね。少し混沌としているような状況としては、なんか抜け出す、現状打破、それの解決策が欲しいなとかね、そういうことでしょうか。あなたに対する思い、シーズンノバ、何かお相手もあなたも今この2枚から感じるのは、お互いが今パチッと惹かれ合ってるような、そんな感じです。だから最近知り合ったとか、一目惚れに近かったとかね、そういうことを感じてるのかもしれない。お互いが刺激的だっていうことでしょうかね。キラキラしていて楽しくて、一緒にいると刺激的っていうのが今伝わってきます。だけどそのお相手の状況が少し気になるかなっていうところはあります。ここにルノルマンを足して見ていきます。まずはまた先ほどと同じようにあなたの方から見ていきます。状況とお相手に対するお気持ちっていうところを出していきます。そうですね、状況でファイティンっていうカード、戦うっていうカードですねがあなたのところに入っているので、何かと戦ってるのかもしれません。でもそんなに激しい戦いではないですね。お相手の気持ちにクラウド、お相手の気持ちのところに雲のカードが入ってきました。今までモヤモヤしていたんじゃないですか、お相手に対して。どうして分かってくれないんだろうとか、あとなかなか気持ちが通じ合わないなとかね、タイミング合わないなとかっていう風に感じていたかもしれないですね。ただお相手の状況でサプライズのカードが入ってるので、はい、ちょっと安定しないというか、それはいい意味でも悪い意味でも。で、状況に鳥のカード、そしてあなたへの思いに無知のカードが入ってきました。無知のカードは例えばね、口論、言い合いとかそういうことも表すんですけど、でももう一つのオラクルカードが刺激
とかね、今興味があるとか、そういうことがここで言われてるので、今あなたに対して興味はあるんですよ。だから刺激として見るかなと思います。もしくは、でもどうだろう、なんかこう自分の中にきらめいてくる新しい新鮮な気持ちとか、そういうのをあなたに感じてるんです。トレンド、っていうのを感じていて、それを強く伝えたいのかもしれないし、伝えるというか行動に示しているのかもしれないなっていう感じがします。ただちょっとなんかこうちぐはぐ感っていうのを感じるので、2人の気持ちのバランスが今うまくね整っていないような、そんな気もしますね。あなたの中ではお相手と良い関係になっていくために環境も自分の中で整えてきてるし、コンディションも良くしてるって、あとはお相手と気持ちを通い合わせるだけなんだけど、なんかどうにもこうにもこの人その時によって気分変わるような、そんな振り回されてる感もあるんだよねっていう風に入ってくるんですよね。迷ってるとかそういう風に見えるかもしれないし、その時によって感情の起伏があるとかね、かもしれません。なんでかって言ったら、この人の持っているものなのかもしれないけど、何か自分の中の状況としても少しこの人の中で混乱が見えるというか、どう対処していいかわからないぐらいの状況なこともある。で、あなたに対するお気持ちとしてもちょっと自分に対しては刺激が強いなっていうことはある。興味はあるんですよ。あなたに対して興味があるよっていうカードがここでバシンと出てるので、だけどなんか今あなたの力が必要っていうふうに思ってる。だけれども環境とか状況として何かねこう自分の中で抜けていかなきゃいけないものがあるんだけど、なかなか馴染みづらい、そんな気がします。あなたの方はコンディションすごく整っているけど、お相手整ってない上にあなたの力が必要、興味がある、浅い関係だったら仲良くなっていきたい気持ちはあるんだけど、でもじゃあ自分から動いていくのかって言ったら、なんか興味はあるけど自分から動く勇気がないだったりとか、そうですね、仲良くなっていきたいんだけどなんかきっかけが見つからないとかね、仲良くなるきっかけがつかめないとか、なんとなく過ごしていくだけで終わっちゃうとか、もちろんねこの人の気分のムラがある方なのかもしれない。あなたからしてみたらなんか今日はねすごく仲良く接してくれてるなっていう日もあれば、なんか機嫌悪そうだなっていうふうに思うあなたからしてみたらそのように見えるよっていうのが、まだはっきりと何を考えてるかわからないとか、表情が見えないとかね、本音が見えないとか、そういうところが出てるかもしれないですね。そうですね。ただしこの天気のようにねいろんな顔を見せてくれるっていうところは、それはそれでねいいなっていうふうにも思ってるし、あなたの中で困ったなっていうふうに思う時もあるけど、それらも踏まえてね今のお相手を受け入れる体制って自分の中で整えているし、いざ何かあったら自分がすぐ体制を整えていく準備っていうのもできてるしっていうことは、あなたの方からは伝わってくる、余裕がね伝わってくるんですけど、お相手のことになると特別な人としてあなたも感じてるんだけど、でもこの人ってまだはっきり見えていないとか、そういう感じかな。ということでここでエンジェルアンサーから答えっていうところを早速もらっていきます。今の2人両思い片思い、両思いに対してイエスオアノーで答えをもらっていきます。でエンジェルアンサーカードは様々な答えがこの中に入っていて、中にはノーとかイエスとかはっきりと出る場合もあります。だから今これ質問してノーっていうカードが出る可能性もあります。今の2人は両思いですか？はい、いいえ。はい、もらっていきましょう。今の2人は、両思いですか？あなたが信じるのであれば両思いですというふうにね、信じられるんだったらとか、あなたがお相手をそうだな、トラストのカードではないから
あなたが信じるのであれば、あなたがそうだと思うのであれば、両思いだろう。何かね、喉元にねリンゴが引っかかってるような、そんななんか詰まったような、なんかねしっくりこないような、しっくりこないというか、何かが詰まってるようなね、そんな気持ちになりますね。あなたが信じるのであれば。ノーではない。で、エンジェルアンサーカードの中にはノーではないんだけど、その時ではないよとかね、今じゃないとか、考え直してとか、いろんな答えが入ってるんですけど、その中でもね、あなたが信じるのであればっていうカードだから、決して悪いカードではないんですよ。あなたが信じるんだったら、それはきっとイエスでしょう。だけど、何かもう少し欲しいなっていうのが今伝わってきます。もちろんこれからタロットカードを使ってお相手が今どんなことを考えているのかとか、お相手がどんなことを恐れているのかとか、そういうところを出していきます。で、それも出した後でまたさらに深掘りしていきましょう。まずは出していきます。こちらのタロットカードを使ってお相手のことを深掘りしていきます。お相手が今どんな気持ちをあなたに向けているのか、そして動きはありますか？お相手の方からどんな動きを見せてくれますかっていうことと、あとお相手が恐れていること、これを5枚のカードで見ていきます。そして、残り2枚のカードであなたへ向けてのアドバイス出していきます。あなたが今気をつけるというか、課題として感じていることや気をつけるべきこと、そしてアドバイスカード、全部で7枚出していきます。まずは出していきましょう。お相手のお気持ち。今から出す3枚はお相手のお気持ちです。あなたに対するお気持ちっていうところで出しています。はい。では、お相手は動くのか、どんな動きを見せてくれるのか、節制のカードですね。そして、あとお相手に恐れていることはあるのか。ここまでがお相手を表すカード、マジシャン。恐れや期待、そしてあなたの恐れや期待。何かあなたが恐れていることや期待していること、そしてあなたへのアドバイス。で、7枚でもらっていきます。ワンドのエースですね。では、お相手の方から見ていきましょう。あなたとお友達のような関係性。中にはね、曖昧な関係だっていう方もいるかもしれないですね。すごく仲いいっていうのが伝わってきます。一緒にいて安心するし、心地いいしって、自分のこと信じてくれるしっていう風に感じてます。一緒にいて楽しいっていうのはね、すごく入ってくるんですね。癒されるとか、バランスが取れているっていうのがすごく入ってきます。バランスですね。安定しているっていうのがすごく入ってくる。あなたに対するお気持ちとして。で、こちらの方を見ていくんですけど、お相手こっちとね合わせながら見ていきましょう。そうですよね。自分にとってあなたって必要な存在だっていうのは伝わってくるんです。だけど、あまり刺激的なことっていうのはやっぱりあんまり求めていないのかもしれないですね。自分には刺激が強い、その関係は求めていないのかな。どちらかというと穏やかで平和的な関係性が欲しい。あなたのことはすごく必要だけど、興味もあるしね、必要だっていうふうに思ってるんだけど、もちろんなんか突然現れてお互い一目惚れとか、そういう可能性もすごくあるんです。お相手にとってもあなたの印象っていうのがすごく強いし、だけどあまり強いことっていうのは望んでいないのかなっていうところもあります。だからそういうところを見ると、あなたからしたらはっきりしない人だなっていうふうに見える可能性があるのかなというふうにも思います。雲のカードが出ていたので、あなたからしてみたらもうちょっとはっきり示してほしいなとかね、どっちなんだいっていう風な思いがあるのかもしれません。なんか気分がコロコロ変わるっていうよりは、この人の中でまだうまく処理できていないのかなっていう感じですね。なんか状況も状況で、この人の中では
炭酸強すぎるのかもっていう感じで入ってきます。スパイシーすぎるっていう風に入ってきますね。びっくりしちゃったって、あなたの存在感にびっくりしちゃったっていうのと、あと今の状況もなかなか対応しきれていないんだっていうことで、あなたとの距離感だけではなくて周りの周囲の状況だったりとか、あと自分自身の生活のこともそうだけど、まだね馴染んでないんですって。だから職場が変わったとか、あと考えられるのは引っ越ししたとか、環境が変わってる、だからまだ馴染んでいないとか、体調崩して回復しかけてるから馴染んでないとか、普通の風邪とかっていうよりは長らくね体調を崩していてまだ回復していなくて、そんな自分にはこういう強い炭酸スパイシーなものはまだちょっと飲み込めないので、すみません左右でお願いしますとか、そういうような状況なのかなと思いました。でまだ2人の間にコミュニケーションを重ねていく必要があるのかなっていうのも伝わってきます。すごく今のバランスは取れてるんだけど、今の関係性はすごく良いものなんですが、あなたが求めている恋愛関係、両思いっていうところで、あなたがもしお相手にもう少しね刺激が欲しいなっていうところを求めているのであれば、もしかしたらそれはお友達っていうところで止まる可能性があるかもしれない。まだそれはねわからないんですよ。なぜだったらまだお相手自身も馴染んでないから。でもあなたの存在がすごく自分の癒しになってるって、だから炭酸を弱めてくれてる存在になってるんだっていうことですね。にはなってる、緩和剤にはなってくれてて、すごく助かってるよっていう、そういうことです。感謝の気持ちとかがすごく伝わってくるんです。そこに果たしてときめきとか恋愛的刺激があるのかどうかって言ったら、そこは少し違うところなのかもしれない。あなたがもし刺激的な恋愛を求めているのであれば、この人があなたに感じている思いとはちょっと違うかもしれない。この人はあなたに安らかさとか、あなたがいるおかげで自分の生活が整っているとか、気持ちが安定しているとか、そういうところを伝えてきてくれている、すごく全部がね調和が取れていて安定してますよってことを伝えてきてくれているので、もしあなたが今の関係性刺激が欲しいとか、さらに進んでいきたいって思うのであれば、この人今この状態で十分満たされているので、そこにプラスの要素を受け入れる余裕があるかどうかで変わってくるっていうのが出てきてます。じゃあこの人から何かあなたに向かって働きかけあるんですかっていう風になると、ここもねすごくバランスを表すカードが出ています。だからこの人にもし余裕があれば、これからさらに変化を受け入れてくれることはあるだろう。でもあまり喧嘩とかしないでね、穏やかに過ごしたいんだっていうのがまず一番伝わってきます。あと安定している健康状態も心のバランスも安定しているような状態でいたいっていうのがすごく強く入ってくるから、この人の状態が今どうなのかなっていうところはまずあります。何も問題がなければ、あとはこの人に余裕があれば今以上の関係性になっていく可能性はあります。そうですね、あなたがその穏やかな関係性で一緒にいて落ち着くとか、2人で一緒にいる時間大切にしたいとかね、そういうことを感じているのであれば、今そこは合致してるからすごくいいと思います。でもやっぱり雲が出てきてるのでね、まだまだ見えないことがあるとか、自分が望んでいる通りの晴れやかな感じの気持ちでは今あなたはいないのかもしれないなっていうのはちょっと感じますね。そしてここです、問題はこっちです。こっちなんです。お相手の恐れていることとか、あとあなたの恐れ期待っていうところで、ここもねかなり膨らんできてるなっていうところがあるんですが、もう少しね深掘りしたいんです。実はここタロットカードで期待だとしたらすごくそれは良いことなんですね。でもこちらの左半分を見ていると、ある意味変化がないというか、穏やかな関係性で少ししばらくの間はね流れていくんじゃないか。それをあなたが良しとするのであれば、すごく良い関係ですごくいいと思うんです。でもそれ以上の関係を求めた場合、求めたいと思った場合、お相手が
お相手の恐れや期待のところで1枚深掘りでもう1枚追加で出します。はい、もう1枚出しましょう。ジャッジメント。プラスとして捉えていいでしょう。この人に余裕が生まれてくる、受け取る余裕とか刺激的なことを、炭酸を飲み込めるぐらいの余裕が生まれてくるぐらい回復すれば、前向きにこれから流れが今以上の関係からプラスの方向に作用していきますっていう風に流れていきますね。お相手も期待っていう風にして見ていきましょう。恐れとかではなくて、これからプラスにしていきたいっていう気持ち強いんじゃないかなと思います。あなたに興味があるっていうのはもう変わらず出てきているので、受け取ってお返事するとか、最初はあなたがきっかけになるのかもしれないなっていうのはあります。このお相手から動いてくるかもしれないし、まだそこはね、はっきりとこの人から動くよとかあなたから動くよっていうのははっきりとお伝えはできないんだけど、でも動くんだったら大きな前進になると思います。今まで長いことお友達関係やってて、ようやくね、今その長い期間を終わらせて一歩踏み出すことができたとか、それぐらいの大きな出来事になると思います。このお相手が変わると思いますね。変わっていく。復活のカードとかも出てるので、あなたの声をちゃんと聞いて自分でしっかりと答えを出してくれるでしょう。この人の中で受け取れるよとか、まだちょっと時間ちょうだいって言われる時もあるかもしれないけど、ゆくゆくはね、ちゃんと受け取って進めていこうっていう風にこの人の中で考える、期待するよっていうところが出てきていますし、じゃあ実際動いていくのかっていうところも後で見ますね。あなたの方の期待や不安っていうところで、期待のカードが入ってるので期待ですよね。お相手と今以上の関係になりたいっていう気持ちがすごく強いんだと思います。期待しています。信じてますしね。私はこのお相手と結ばれたいんだっていう気持ちを信じてるし、お相手のことも信じてるし、そしてあなたへのアドバイスでワンドのエースです。あなたの情熱を持って今行動に起こす時ですっていうふうに。ただね、そのお相手の今の状況とか、この人の周りっていうところで何か思い当たるところがある方は、なるべく周り固めていくというか、周りに何か荒れてることがあるんだったら柔らかくさせてあげるとか、ちょっとね、周りの状況考えてあげるといいのかなっていうところは出てきています。でもね、周りのことはあまり気にしすぎることなく動いていってもいいんじゃないかっていうのはありますね。あとはこのお相手次第っていうのはやっぱり出てるかなと思います。この人の余裕がどこまであるのか。ただあなたと一緒にいることで自分の心の余裕が生まれるっていうのが出てきているので、だから今いい感じっていう風に入ってきています。で、今よりプラスのことをもし始めていくとするんだったら、あとはこの人の体調とか状況とか見て動いてみてくださいっていう風に入ってるかなと思います。なるべく合わせてくれると思うんですよね。じゃあ、何かきっかけ欲しいですよね。あなたの方から動くとするんだったら、どういう風に動き出していけばいいのかなっていうことで、ここもね、タロット1枚もらっていきます。なんか待ってるだけだと今は物事がすぐに動かなそう。あなたの方からどんな風に動いていけばいいのか。ジャスティス。あなたの方でも大きな勇気いりますね。これはね、お相手の方に向かっていく、自分からアクションを起こすとするんだったら、だってもしかしたらバランスが崩れちゃうかもしれないし、恋心ありますよっていう風に見せていくと、今までのね、関係が壊れちゃうんじゃないかなって。だから勇気いりますよね。バランスが果たしてこれからもね、続いていけるのか、取れていくのかどうかってことで、自分から動くんだったらその調和が乱れるかもしれないっていう風に、勇気いることだよって。だけどね、勇気を持って一歩踏み出そうって。だってそういう体制準備整っていますよね。ファイティングのカードが入ってるから、もう自分がもうそれでもね、やっていくんだっていう状況整っているよっていう風に出てくるから、通していこうって。まず動いてみようって。初めの一歩を
踏み出してみようって。たとえそれがバランス崩れるようなことになるかもしれないけど、あなたが望むのであれば、あなたが信じるのであれば進んでみようっていう風に入ってきています。ではもうちょっとねアドバイスもらっていきましょう。ではまたエンジェルアンサーから答えをもらっていきます。動くとするんだったらいつがいいですか？今すぐ動いた方がいいですか？ Yes or No。 今すぐ動いた方がいいですか？今すぐ動いた方がいいですか？今すぐ動いた方が良さそうですね。豊かさのカードです。あなたのタイミングで構わないと思います。今すぐ動きたいって思ったら今だし、いやちょっと待ってって、ちょっとワンクッション置いてちょっと呼吸をね整えさせてっていう方は整ってからでもいい。あなたのタイミングでいいから。でも動いていくとそれは豊かさへつながっていく。あなたが豊かさ、大きな豊かさを手にするだろうっていうふうに言われてるから、自分で今だって、まずねお相手の状況とかもあると思うから、その2人の関係性や状況を見ていきながら、今だって思う時に動いてみてっていうふうに出てますね。今すぐ動いていいかどうかっていうことはいいと思いますよ。整っているのであれば豊かさを受け取りましょう。はい、そんな心強いカードも入ってきましたね。ではねもう少しカードを足していきます。ではオラクルカードから、好転メッセージもらっていきましょう。どういうことをしていけばいいのかなって。ただその今お相手はあなたに対して不満とか持っていない、すごく落ち着いている関係っていう風に見ていますね。すごく循環してる。あなたがいるおかげで落ち着けるとかね、心の安定剤とかそのように感じてくれてると思います。でもなんか刺激的なことっていうのは今はその飲み込めないかもっていうのはあるかな。そういう意味でちょっとね喉にリンゴが突っかかってるっていうふうに思ったのかな。休止のカードですね。一旦止まってとかね、ちょっと時間を置いてとか、そんなカードです。マグネット、磁石ですね。引力とか磁石とか引き寄せとかね、そういう感じです。一旦止まって引き寄せ。もう一枚もらいましょうか。豊かさを受け取る、サポート、ガイドを受ける。もう一枚もらいましょう。これで答えをもらっていきましょう。流れをつかんでいきましょう。はい、証明してくれる、確信が持てる。そうですね。じゃあそれでいきましょう。はい。で一人でブツブツ言ってしまった。まず一回呼吸、一呼吸置きましょう。ワンクッション置きましょうっていうことで、この人のね状況を見てくださいっていうのがまず一つ入っています。一回止まった方が物事がうまく流れていきます。焦らず行きましょう。期待を胸に置いておいて膨らませておいても構いません。胸いっぱい弾ませておいて構いません。でもアクションを起こすのはもう少し先で、豊かさを受け取るのも必ず受け取れるんだけど、今すぐ、たった今というよりは少し一呼吸置くっていうことで、お相手の状況が落ち着くとか、あともう少し仲良くなったらとか、コミュニケーションを重ねてよく見えるようになったらとか、もうちょっとクリアになったらっていう感じですね。あなたの中で、お相手の中ではもう十分安定してるんだけど、あなたの方が雲のカードが出ていたので少しモヤモヤしているところが残ってるんです。それが晴れたらね、晴れるために少し時間かけた方がいいっていうのがあります。時間かけたりとか、一呼吸置いたり、ワンクッション挟んだりするのがいいっていうのがあるから、例えば直接会ってお話をするよりだったら、その一歩手前の LINE のやり取りとか少し重ねてから直接会うとかっていう感じで、何かクッションを挟むっていうのが一つ入っています。でその後に引き寄せっていうのがあるので、引き寄せからのガイドからの確信っていうのがあるので、ここに来てようやくね
この辺りから来て豊かさっていうところにつながっていきます。だし、あとあなたが信じるのであれば、2人が両思いだっていうのを確信する、その導きやガイド、豊かさっていうのを手にすることができます。信じることから始まる。まず、そしてどうやってお近づきになろうかなとかね、両思いになるためにはどうしたらいいかなっていうのをまず考える。お相手の状況を見ながら。そしてあとは引き寄せです。引き寄せっていうのは、お相手と仲良くなるための方法として捉えていただいてもいいし、自分たちのバランスがもっと取れるようになる方法だったりとか、もっと豊かな関係性になるためにどうしたらいいかなっていう風な引き寄せです。決してネガティブになったりとか、自分を否定してしまったり、お相手を否定してしまったりとか、現状に対して不満を抱いてしまったりとか、そういうところを持っていると引き寄せにならなくなっちゃう、離れていってしまうので、近づけていくためにもできるだけネガティブな思いっていうのを手放していった方がいいなっていうのは出てきています。そのためにも今時間をかけるのかなっていうのはありますね。もやもやしているものを晴らすためにも時間をかける。そうなると自然と導かれるよっていうのが入っています。自分に気づきとかサインとかが現れてくる。何らかの形で何らかのメッセージが伝わってくる。夢に出てくるのかもしれないし、ふっと流れてくる音楽からメッセージが伝わってくるのかもしれないし、何かあなたにね、気づきっていうのが現れます。こうやってやればいいんだっていうふうに、何か目覚めに近いような、自分が覚醒したかのような、そんな新しい気持ちが芽生えてきます。そうしていくとだんだんとね、自然と物事が流れていくので、その導きに従って自分で自然と動いていけるんですよ。そうなっていくと今度は確信に変わっていきます。これでよかったんだ、自信がつく。そして証人だから2人の中を証明してくれる何か形のあるもの、形として出てくるもの、浮き上がってくるもの、そう自分がこれでよかったんだって思える何かっていうのがここで手にすることができます。これが多分豊かさなのかな。この手にするもの、それは自分たちの中を認めてくれる人なのか、お互いの気持ちが通い合ったっていう何か証拠になるようなもの、実感できるようなもの、手にする豊かさっていうところにつながっていくっていう、この過程を踏んでいきましょうっていうのが入ってきましたね。このような流れでいくといいです。で、引き寄せってよく言われるし、手放しっていうのもよく聞くんだけど、なかなかね、やり方分かりませんとか、難しいと思ってますとか、そういうのないと思いますっていう方もいると思うんですが、あなた自身の心に従って、で不平不満とかこぼすよりだったら自分の心に従って何か最善のことをできるだけのことをやってみようっていうような気持ちに自分自身が変化させていくことの方がより良い幸せに向かっていけるって。今の現状ぐちぐち言ってても幸せになれるかって言ったら多分そうじゃなくて、それはどこかね、自分の中でメスを入れる必要があるのかもしれないですね。なんか違う方にね、矛先を向けた方がいいんじゃないかなっていうふうに感じますね。そのための豊かさですね。はい、ということで、何かこの辺りでピンとくる方がいらっしゃればいいなとも思いますが、はい、そうですね。相手が何を考えてるかわからないっていう方だとしたら、そういう関係性だったら距離を縮めていけばいいし、そしたら見えてくるしね、はっきりとしてくるし、あとはお相手がその日によって見える表情、態度が違う、困惑するっていう方は、このお相手がしっかりと整うまでサポートし続けるんだっていう気持ちが必要なのかもしれない。あなたのおかげですごく整うんだよってことを伝わってくるから、すごく必要だっていう風に伝わってくるのなのでね、その気分屋さんのお相手だとしたら、それを整えていけるのは私なんだっていう風に自信持ってくださいねっていう風に捉えてください。このような流れでね、ステップ踏んでいきましょうっていう風に入ってきました。これでもらっていきましょう。では、お選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。こちらのカードは方向性を表すカードですね。あなたの心の方向性です。たとえ曲がりくねった道でも、たとえまっすぐな道でも、
精神的にも人間としてもあなたは大きく成長してきました。たくさんの道がある中であなたが進んでいくんです。自分で選んで進んでいきましょう。あなたの意思を持って自分自身を肯定してあげましょう。自分自身にイエス、大丈夫だよって言ってあげてください。なぜだったらあなただけが自分の道の中の答えを知ってるからです。どういうふうに進んでいけばいいのかっていう方向性を決める権利があなたの中にあるからです。自分の心だからね。自分の心を決めるのは自分。どんな方向性でいくのかっていう、どんな方向を向いていくのかっていうのも自分で決めるから、自分がどんな心でありたいのか、どんな方向を向いていたいのかっていうね、そういうところを今一度心に留めておいてください。はい、ということでこのようなメッセージが出てきました。今回3番さん、お相手と両思いですか、片思いですかっていうことに対しては、エンジェルアンサーはあなたが信じるのであればっていう答えを出してくれました。はい、あとは具体的な内容、カード出していきましたので参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。今好きな人と両思いですか、片思いですかっていうことに対してズバリ切り込んでいきました。エンジェルアンサーカードを使ってアンサー、答えをもらっていきました。今の結果なので、これから先の未来どんどんとプラスな方向へ変えていくことができます。はい、それはね、もう自分自身で変えていくんだっていう気持ちでやられてみると、すごく前向きな結果になると思います。ぜひ自信を持って前に進んでみてください。はい、ということでもうすべて3選択肢今取り終わっているんですが、この状態でね、はっきりと結果が出たんじゃないかなというふうに思っています。では今回はこちらのオラクルカードから3択メッセージをもらっていきます。今私がその好きなお相手とより良い関係性になっていくために、具体的にどんな行動を自分の中で、自分の生活の中に取り入れていけばいいのかなっていうことでメッセージをもらっていきます。自分の生活にどんなことを取り入れていけばいいのか、何に注意をすればいいのか、3択でもらっていきましょう。お好きなもの1枚お選びください。はい、こちらをもらっていきます。左、真ん中、右でお選びください。はい、お選びいただいたでしょうか。早速見ていきましょう。今回は右から見ていきます。右をお選びいただいた方、はい、こちらのカードです。落ち着いてっていうカードですね。自分の中でリラックスして深呼吸してゆっくりと落ち着ける時間、場所作りましょう。はい、これが大事ですよ。寝る前の時間とかもね、大事にするといいかも。スマホを持たずにこのようにゆっくりとストレッチしたり深呼吸したり、そんな時間をね持つといいよっていう風に、生活に取り入れてみてっていう風に出てきていますね。ではこちらです。真ん中を選びいただいた方です。流れですね。あと理想の自分っていうのも表しています。自分磨きっていうのもいいんじゃないかな。理想の自分っていうのがテーマなので、こうなりたいなとか、こんな自分になりたいなっていうことが多分描かれているはずです。あなたの中でイメージされているはずです。それに向かって努力とか歩んでみましょう。こんな自分になりたいなっていうことで、それを実現化させるために今やってみましょう。それを取り入れてください。自分磨きかな。では次、左をお選びいただいた方です。はい、こちらのカードは静けさ。少しね、こちらとも似てますね。落ち着きと静けさ。これも瞑想とかもね表してるんですが、自分の中で静かな時間を作るとか、これも本当にまんま
マインドフルネス、瞑想しています。だから瞑想いいかもしれません。瞑想タイム作りましょう。朝昼晩どの時間でもいいと思います。できれば夜がいいかなっていう感じはするんですけど、でも朝一でも構いません。自分がリラックスして今っていう時間に集中しながら、今自分がどんなことを感じているのか、今日一日を振り返るでもいいし、一日の始まりに瞑想して、今日どんな日にしようかとか、どんな日を過ごそうかってことをイメージしてもいい。今の自分の心に聞くんです。今自分の心はどんな状態かな、嬉しいかな、悲しさでいっぱいかな、落ち込んでるかなとか、そういうことを感じながら、自分がこれからどうしたいのかっていうことをよりクリアにしていくための瞑想なので、今の自分に集中してクリアにして整理して、ではこの先どうしたいのかっていうふうにつながっていきますから、静けさ、あと賑やかな場所とかによくいて、最近耳鳴りがするとか、人混みにいると心が落ち着かないっていう方は、一人の時間作って静かに過ごすことっていうのもおすすめかもしれません。はい、ぜひ取り入れてください。では今回はお相手のお気持ちも含めてね、今2人は両思い片思いってことを見ていきました。はい、ではこのお相手のお気持ちシリーズ、またこれからも更新していきますので、またぜひ次回もどうぞご覧いただけると嬉しいです。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。